2020年上半期に買って後悔した文房具を紹介していこうと思います。タイトルがちょっと過激になっちゃったんですけれども、今年結構たくさんの文房具を買っていまして、その中でも個人的にこれはあんまり皆さんにお勧めできないなっていうのがいくつかあるので、そちらを4つ紹介していこうと思います。全部コンセプトは面白い文房具なので、こんな文房具があるんだなと知っていただけますと、それだけでも嬉しいです。もしこの中に気に入って使っている文房具がありましたら申し訳ないです。人それぞれ意見というものは様々ですし、買おうか迷っている方に一意見として届けられればなと考えております。では早速紹介していきましょう。まず一つ目はパイロットのドクターグリップエースですね。これは最近登場したドクターグリップの最新モデルとなっています。値段は税抜き880円ですね。赤から黒に変化していくグラデーションが非常にかっこいいモデルで、中高生とかに結構受けるようなデザインかなと思います。かなり機能が盛りだくさんのドクターグリップということで、2回のノックまでは折れない機能だったり、芯が残り1本になったら知らせてくれるラス1サインというものも搭載されています。ラス1サインについての詳しい説明は以前動画で紹介したので、気になる方はそちらの方を見ていってください。かなりたくさんの機能を詰め込んでいて、デザインもすごくかっこいいので結構売れていると思うんですけれども、実際に使ってみると残念な点がたくさんあるんですよね。まずドクターグリップという名前を使っているのにもかかわらず、グリップがいまいちなんですよね。少し硬いのに加えて中に空洞があるような気がして変な感じがします。これまでのドクターグリップっていうのは2層構造のグリップになっていて、比較的柔らかい触り心地ですごく手に馴染んでくれました。それに対して今回のエースは残念なことに2層構造じゃなくて1層構造のグリップなので、これまでのドクターグリップとは全然違う握り心地です。このグリップでドクターグリップを名乗るのはいかがなものかと思うんですけれども、それ以上に不満な点が他にもあるので紹介していこうと思います。それが折れない機能ですね。自分の筆圧が強めっていうのはあるんですけれども、書くたびにペコペコと芯が引っ込んでしまいます。芯が折れないことによって集中力が持続するよっていうのを売りにしているんですが、一角一角常に芯が沈んでしまうので、そっちの方が集中力がそがれますよね。あと口金が樹脂でできていて、なおかつペン先のシルバーのパイプとは別々のパーツになっているので、それによってさらに安定感が低下しています。書き味は100円以下のシャープペンといったところでしょうか。あとペンの上部のラス1サインのパーツが書いている時にカタカタと振動してしまうので、それも気になります。キャッチフレーズが本気だそう、疲れにくいだけじゃなくて折れないっていうことなんですけれども、中途半端な折れない機能によって従来のドクターグリップと比べて疲れやすくなっていますし、違和感のあるグリップによってどうしても従来のドクターグリップの劣化版と思ってしまいます。機能を増やした結果、要所要所のパーツのコストを下げてしまって、快適ではなくなってしまった残念な商品ということで紹介させていただきました。続いてはユニボール RE3 ビズでございます。こちらのペンは消せる3機能の多色ペンとなっています。ビジネスマン向けのモデルでゴツゴツとしたかっこいいデザインが採用されていて、値段は税抜き1000円となっています。先ほどのドクターグリップエースのようにデザインはすごくいいなと思ったんですけれども、こちらのペンはとにかく使いづらいんですよね。回転セレクトノック機構という使いにくい機構が搭載されています。普通の回転式の多機能ペンって回すだけでリフィルが出てくれるんですけれども、こちらのペンは出てこないです。ではどうやって使うのかというと、グリップについている小さい出っ張りを出したいインクの色の印にセットします。その後にノックをしてようやくリフィルが出るといった仕組みとなっています。ペン先からリフィルが出た状態でグリップを回すことができないんですよね。インクの色を変えたいと思ったらノックをして回してノックをしなければいけないので、いちいちアクションが多いです。パイロットのフリクションと同じように消しゴムのような消し具がついています。書くのを間違えたらこすってその摩擦熱で字を消すことができます。ただインクの発色が非常に悪いです。発色がいいユニボール1と比べてみると暗くて目立ちにくい色合いとなっています。消せるっていうのは本当に魅力的だとは思いますが、かすれやすくて発色が悪いのでボールペンとしてはいまいちな性能かなと思います。ユニでも消せるボールペンというのにチャレンジしているのはいいと思うんですけれども、まだまだ改善が必要ですね。とにかく消せるボールペンが欲しいという方ならいいとは思いますが、別に消える機能がいらないと思っている方に対しては他のボールペンを買った方がいいなと個人的に思います。
とにかく消せるボールペンが欲しいという方ならいいと思いますが、別に消える機能がいらないと思っている方には他のボールペンを自分はお勧めしたいなと思います。買って後悔した文房具3つ目はオートのノノックというシャープペンでございます。こちらのシャープペンは名前がノーノックということで、1回のノックをするだけで芯を使い切るまでノックをすることなく書き続けられるというシャープペンとなっています。値段は550円です。自動芯出し機構は結構多くのメーカーで取り入れられている機能で、一番有名なのがペンテルのオレンズネロですよね。確かにノックをせず書き続けられるのは一見すると理想的な機構に思うかもしれませんが、その代償として書き心地が悪くなってしまいます。オレンズネロはそのところをうまい具合にカバーできているんですけれども、こちらのペンはちょっとそこの完成度が低いなと思ってしまいます。自動芯出し機構の特徴といたしましては、書いている時にシャープ芯と一緒にパイプも紙に接しております。そのためパイプの先端の表面の加工によって書き味が大きく変わってきます。オレンズネロは先端のパイプが金属になっていて、引っかかりもなるべく少ないように精密に加工がされているんですけれども、ノノックは先端のパイプが樹脂でできていて、それでいて紙に当たる面積もかなり大きくなっているので、書いてる時に大きな引っかかりを感じてしまいます。なのでいくら滑らかな芯を使って書いたとしても引っかかりを感じてしまうので、これだけはストレスだなと思います。あとは書いてる時の筆跡というのも気になってしまいまして、パイプも一緒に擦れながら書いているわけなので、黒い線の隣に不自然に影のようなものがついてしまいます。ノートとかで後で見返す際に、いくら字が綺麗であっても変な風に見えてしまいますね。どっちかっていうと、芯が紙に触れているっていうよりかは、樹脂のパイプが紙に触れているっていうような感覚なので、字も薄くなってしまいます。弱めな筆圧で書き比べてみたんですけれども、筆圧を弱くするとかなり薄くなるのがお分かりいただけると思います。なのでノックをする必要がないっていうのは魅力的ですが、その代償が大きすぎるため皆さんにはお勧めできないということで選ばせていただきました。そして最後はシードのクリアレーダーでございます。こちらの消しゴムはこれまでになかった透明な消しゴムということでかなり注目を集めていて、今でも結構入荷待ちになるほど人気な消しゴムとなっています。透明な消しゴムというコンセプトはすごく面白くて、実際に半透明になっているのがもうすごいんですけれども、残念なことにかなり消しづらいです。弱い力で擦るとこれびくともしないですね。少し力を入れて消してもなんか黒煙が伸びる感じがするんですよね。いつも自分は普通のレーダーを愛用して使っているんですけれども、普通の方はかなり消しやすくて結構弾力がある消し心地なので、すごく気に入って使っている消しゴムです。クリアレーダーは普通のレーダーと比べて体感で言うと3倍ぐらい消しづらいですね。同じような強さで消してみたんですけれども、普通のレーダーはしっかりと黒煙を吸着してしっかりと文字を消してくれるのに対して、クリアレーダーの方は黒煙を引き伸ばしている、そんなような感じがしてしまいます。結構根元で持って強めな力で擦ればなんとか消すことはできるんですけれども、これを実用として使っていくのはどうなのかなと思います。なので、透明にした代償として消しゴムの最も重要な項目の消しやすさというものが失われてしまった少々残念な商品となっています。ただ女性の方とか筆箱の中を明るい色にしたいと考えている方にとっては非常にいい消しゴムだとは思います。もう少し消しやすさを改良してさらなる良い製品が出てほしいなと思っております。小さい方のクリアレーダーが100円、それから大きい方が150円となっていて少し割高ですね。普段使いの消しゴムとしてはおすすめしないよということから申し訳ないんですけれども選ばせていただきました。ということで、買って後悔した文房具というよりかはおすすめしない文房具っていう方が正しいとは思うんですけども、紹介をさせていただきました。今回紹介したのはコンセプトはかなり面白いんですけれども、空振ってしまった感が否めない、そんなものとなっております。筆記具って結局は機能がなるべく少なくて無難なペンが一番良かったりするんですけれども、今後ともメーカーさんの方では使いやすくて面白い機能が搭載されたものが出てほしいなと切に願っております。賛否両論ありますが、クルトガやデルガードなんかはその成功例なんじゃないでしょうか。もし今日紹介したものの中で気に入って使っているっていうものがございましたら申し訳ないです。自分からは押し付けるつもりもありませんし、さらなる良い製品が生まれてくれたら嬉しいなと思っているので動画にさせていただきました。
6月中に2020年買ってよかった文房具の本も作っていこうと思うので楽しみにしていてください。では最後に高評価、チャンネル登録していただけますと嬉しいです。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。